今日はよろしくお願いします。お願いします。店舗営業部の川田と申します。担当はキッズアイエーと、家具と雑貨両方とも販売してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は普段のルームツアーとは違って、引っ越されてまだ日が浅いということだったので、この家を少しVMD だったりとか、あと植物の担当のスタッフが入って、ビフォーアフターじゃないですけど、今気になっている部分とか、もっとこうしたいなっていう部分が終わりになると聞いたので、はい、その辺をちょっとアクタスとして表現するとこうなるんだよという部分を動画にお添えさせていただければと思っております。はい、家族構成と間取りだったりとか広さ、お伺いしても大丈夫ですか？家族構成は私と夫の2人だけなんですけど、広さが100平米ぐらいはあります。まっさらな状態で入ったので、全く壁もない状態で見たので、本当に自分たちでイメージして、ここにキッチン、こっち側がテレビとか、そういうのも全部自分たちで考えました。家具とかインテリアとかっていうのはどんな感じでされたんですか？インスタグラムとかピンタレストを見て、ちょっといいなって思うテイストだけは決めておいて、使う色とかを黒と木材だったら多くっていうのを決めておいて、それに合う家具、メインの家具だけ先に買った感じになります。キッチンもオープンにして、たくさん人が来れたり、お部屋全体を使って過ごせるようにっていうのを考えたのと、2人とも映画が好きなので、映画を見るための空間って感じで、もう大きいソファーじゃなくて1人のソファーを置いたりしてます。じゃあちょっとだけご案内いただいて、今どういうものを置いてらっしゃるかとか、あとこういうふうに本当はしたいんだよねっていう部分とか、お伺いしても大丈夫でしょうか？はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。全体の話として気になっている部分とか、聞いても大丈夫ですか？はい、暗くはないんですけど、あんまり日差しは入らないので、グリーンとかもまだ正直置けてないので、ちょっと寂しい感じにはなってるんですけど、壁とかもまだ使えるんですけど、後回しになってる状態です。ちなみに照明消したらどんな感じになるかとかって見れたりしますか？もちろんです。確かに昼間としてはちょっと暗いかもしれないですね。そうですね。大きい空間なので、照明つければパーンと反射して明るくはなるんですけど、部屋はそもそもはそんなに明るくないので、共働きで留守も長いので、グリーンとかはまだちょっと心配で手が出せてないですかね。この空間めちゃくちゃ植物生えそうですけどね。絶対生えると思う。絶対生えますよね。絶対生えるんですけど、ちょっとまだ自信がなくてって感じです。その辺も要望を伝えておきたいですね。はい。順番にリビングの空間から少し聞いてても大丈夫ですか？はい。メインがこのロゼトーゴっていうフランスのリンロゼのソファーなんですけど、2人掛けじゃなくて、あえて 1P を2つ置いたので、角度も簡単に変えれるので、映画にすごい集中しやすいです。エアコンがこっちにあるので、見た時多分バランス的には左にグリーンが欲しいんですけど、ちょっとエアコンの風とかが怖かったので、一旦置かずに、強い植物とか置けたらいいなとは思ってます。こっちの壁もすごい余ってるので、ここもどうにかできたらなと思ってます。収納とかに関しては足りてる感じなんですかね？そうですね。全然収納には正直困ってないので、だからこそ棚がなくて寂しい感じにはなってるかもしれないです。映画見ることがお好きって聞いたんですけど、ここでお二人で見られる感じなんですかね？そうですね。ここにサウンドバーもあるので、ここが一番音がよく聞こえるのと、これが重低音出てくれてすごく迫力も出るので、これ実は左右外れるんですけど、これを後ろに持っていくと、いつもこうやって電気暗くして、ここ座ってコーヒーとか飲みながら、こういう感じがいつものポジションです。この空間、リラックスできる空間とか、雰囲気作ってももっと魅力的になるかもしれないですね。そうですね。結局ここのシーリングを暗くすることしか工夫が、あとカーテン閉めてしかないので、もうちょっと間接照明も本当はあった方がいいのかなとは思います。で続いてがダイニングですかね。はい、基本は夫婦2人なので、
こっちに座って、テーブルの置き方も横に置けるぐらい広かったので迷ったんですけど、テレビも見たかったのでこの配置にして対面で食事してる感じです。キッチンもものすごく広いですよね、これ。そうですね。ここの幅もしっかりとってるので、本当だ。多分2人全然余裕で作業できる感じにしてます。夫が料理人なので、いつかここで振る舞ってもらおうと思ってお気に入りしてます。この空間でもっとこうしたいんだよなみたいな部分とか、気になっている部分とかはおありになったりしますか？ペンダントも最近買ったとこではあるので、これもない時はすごい寂しかったので買ってよかったんですけど、今度これを買うとこっちのシーリングとのギャップがちょっと気になってきてるところなので、こっちももうちょっとデザイン性があるものした方がお部屋全体いい感じになるかなとは思ってます。この辺も本当に余白がたくさんあるので、ちょっとローボードもいつも考えてはいるんですけど、何買ったらいいかなっていう感じですね。アートとかもできれば置きたいなと思ってるんですけど、ちょっと可愛いのが多すぎてお店に立つと余計迷っちゃうので、ちょっとまだまだ選べてないです。リビングダイニングご案内ありがとうございます。ありがとうございます。改めてなんですけども、はい、先ほどいただいた要望だったりとかを踏まえて、アクタスの VMD だったりとか植物のスタッフが少しこんな形どうですかみたいな形の提案として、このお宅をちょっとコーディネートをさせていただければと思います。はい。じゃあまたよろしくお願いします。はい、お願いします。アクタスでグリーンのバイヤーしております坂本と申します。 VMD チームのバンバと申します。自己紹介してもらったんですけど、後ろがすごく気になっていて、さっきと同じ空間ですよね。これはお二人でスタイリングしてくださったんですかね？はい、そうです。結構変わりましたね。そうですね、かなりビフォーアフターしているんじゃないかと思います。全体としては今回どんな感じでテーマがあってとかっておありになりますか？もともとお持ちだった家具を、使っているので、黒いものをカラーポイントにしていて、あとはグリーンをたくさん置いて、ちょっと癒しを追加する空間にしています。照明がそんなになかったんですけども、たくさんの照明をちょっと散りばめることによって空間に奥行きを出すような仕掛けを使っているので、少し広く見えるかなと思います。おっしゃっていただいてた植物を置きたいとか、角の部分のレイアウト何もしてないんだとかっていう部分がめちゃくちゃ解消されてますね。そうですね。要素が、角にあるような感じで今回配置をしているんですけども、こちらの壁が広く空いてるところをうまく使ってミラーと、あとは、植物をたくさん置くことによって少し、ポイントを作っているって形です。植物の方に使っている照明も植物が育ちやすい光を使った照明にしています。あまり日当たりの良くないお部屋というふうに伺ってましたので、特にお部屋の中でもこういう角のなかなか光が当たらない場所っていうのは植物育てるの難しいんですけれども、そういったところにこのインテリアの照明を使いつつ、ライトは植物の育成ライトっていうのを使ってますので、本当に日当たりの良くない空間でもこういった花をつけるランの植物とかっていうのを今あえて選んでますし、その周りには比較的耐陰性の強い日当たりの悪い場所でも育てられる植物っていうのを合わせて照明とインテリアとグリーンっていうシーンを作っております。この中のライト、電球っていうのが、はい、植物の育成用の LED ライトに入れ替えてつけています。こういうライトって、はい、市販のホームセンターとかに売ってるようなソケットライトとかあるんですけど、なかなかこういうインテリア性の高い照明と組み合わせることってできなかったりするので、アクタスならではのちょっとスタイリングのご提案かなと思っています。今まではテレビに向かうソファーの配置にしてもらってしてはったんですけど、はい、今回は、ちょっと角に、L 字にソファーを配置することによって、この一番グリーンがたくさんあって癒されるような空間を対面できるような形のレイアウトにしています。で、鏡を置いていることでちょっと奥行き感とか広さも感じられるような感じにしています。
今回は、ソファーがもともと低めっていうのもあるんですけども、低座のスタイリングになっているので、床に座ってもらったり、この、ソファーに座っていただいたりとかができるので、その時に目線がちょうどグリーンの位置に行くぐらいのグリーンも高さでしているので、見える範囲が少し低いもので提案しているって感じになっています。ご夫婦でのんびり過ごされることが多いって話だったので、どんな感じの雰囲気なのかちょっと簡易的にやってみませんか。そうですね。じゃあちょっと座ってみましょう。普段はテレビを正面に、うんソファを並べて、テレビを見ながらリラックスタイムっていうような空間を作られていたかと思うんですけど、今回私たちはグリーンに囲まれながらちょっと癒される空間っていうのを意識しながらお部屋作りしましたので、こういう本当手元にグリーンが来たりとか、僕の正面だとグリーンたちが正面に照らされながら映っているので、グリーンを眺めながらコーヒー飲んだりできるような空間になってます。ここでお二人並んで映画を見るみたいなことも多いって話だったんですけど、それはそこの位置で見るみたいなことなんですかね。このソファーがすごく動かしやすいソファーなので、ちょっと動かしてみるとスッと動く感じですね。簡単に、動くので、テレビを見るときは好きにこう動かしてもらって、これはまたお友達が来られた時とか座ったりもできるし、足をこう乗せたりもできるので、これも使ってもらえますし、あとこれをこのテーブルの上に、乗せてソファーと同じぐらいの高さにすることもできます。今この手前のクッションが重ねるみたいな話もあったんですけど、そういうアイテムみたいなことなんですか？はい、もともとこの、クッションが上に乗ってソファーと合わせて足を乗せるようなオットマンで販売しているものなので、セットで使っていただくこともできますし、外してこういうテーブルとこういうクッションみたいな形でも使っていただけます。続いてダイニングですかね。はい。ダイニングの方は、飾り棚がもともとなかったので、収納はたくさんあるお家なんですけども、飾るスペースを作って、こう自分が好きなものとか、植物も置けますし、アート的な要素のものとかを置くことによって、お部屋の中に少し遊び心を入れるような飾り棚を追加しました。こちらの、飾り棚に使用したのはストリングスというスタンドシェルフになります。で、自立式の、シェルフになりますので、動かすことも可能ですし、切り離したりすることもできるので、こちらもフレキシブルに使っていただけるようなアイテムになっています。ここの部屋の中心に一番背が高い植物が来るんですね。今回このスタンドシェルフの横、このお部屋の空間のほぼ、中央に一番背の高い大鉢を配置させていただいたんですけれども、ダイニングに座りながらもこの植物見れますし、このソファーに座りながらもちょっと目線上げてもらうと上に植物があって、どこからでもこの一番背の高いシンボルツリーっていうのを感じていただけるような配置にシェルフと合わせてしています。今回選んだグリーンは土の植物と土を使わないハイドロカルチャーの植物と2種類選んでるんですけれども、今アクタスで取り扱っているハイドロカルチャーの植物は育てやすい一般的な品種が多いので、こういったちょっと枝ぶりとか葉ぶりが特徴的な一点物っていうのはちょっとご用意がないんですね。なので今回は土の大鉢を一鉢セレクトをしました。逆に言うと他は全部ハイドロカルチャーみたいなことなんですか？今回ミックスで、例えばダイニングのシーンとか、ちょっと清潔な水回りとかだと、こういった感じで土を使わないハイドロカルチャーの植物を選んで配置していたりします。こちらの鉢は、ヘンリー・リーンというフラワーベースになるんですけれども、その中からこういった形で植物を合わせてプランターとして利用できるアイテムをセレクトしております。こういった形で植物をプランターとして合わせることもできるんですけど、こういった縦長のアイテムに関しては花を生けれますし、あとはこういったちょっとちっちゃいアイテムに関しては根を持たないエアプランツとかも一緒に合わせて飾ることができるので、植物飾りたいけど植物とか土とか使いたくないよっていう方は、こういったエアプランツとか清潔なハイドロカルチャーとかを一緒に合わせてもらえると
ういったダイニングスペースでも植物を感じながら過ごしていただけるかなと思っています。どのアイテムを使うかはやっぱりお部屋の空間とかによって変わってきますので、その要所要所に合った植物、種類っていうのを選んでいただけるように今回あえていろんなものをミックスしてセレクトしました。お客様でも自分の部屋こんな感じになるんだとか試したい方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、実際運び入れるのは難しいと思うんですけど、何かアクタスのサービスとかでできたりはしないんですかね？アクタスにお図面などを持ってきていただくと3D で家具を配置して見ていただくことができますので、その時に動線とか家具のサイズ感とかっていうのを立体的に 3D で見ていただくことができます。照明やっぱ変わるとだいぶ雰囲気変わりますね。今回は、ちょっとキッチンの上の照明以外全ての照明を違うものに変えさせてもらっているんですけども、もともとは、どちらもシーリングライトがついていたのを、こっちはペンダントにして、こっちの奥はテレビを見るっていうこともあるので、シーリングでちょっと高さを意識したものにしています。今までついてたシーリングよりかは光がちょっと取りにくいペンダントとかシーリングを使っているんですけども、要所要所に光があることによってお部屋全体を明るくしてもらっているので、手元が暗いとかっていうようなことがないような形で配置しています。夜になったりとかするとまた雰囲気変わりそうですよね。そうですね。夜になったらこのペンダントとかの照明は消してもらって、フロアとかテーブルライトだけの照明で過ごしていただくと、映画を見るときとかリラックスした時間を過ごされるときとかはいい明かりになると思います。ちょっと簡易的にやってみませんか？はい。暗めにちょっとしてみませんか？はい。やってみましょう。やってみましょう。だいぶ雰囲気変わりますね、やっぱり。そうですね。こちらのフロアライトの照明と、あとこちらの、テーブルランプが結構、今中心的に光っている形にはなるんですけども、すごく暖かい光と、あと光に高低差があるので、要所要所に明るく光っているところがポイントになると思います。夜の映画見る時間がまたちょっともう一個ワンランク上がりそうですよね。そうですね。なんかちょっとムーディーな感じで見ていただけると思います。じゃあせっかくなんで川田さんも呼んでみてもらいましょうか。はい、ぜひ。はい、お疲れ様でしたありがとうございます。どうですか、率直にまずは。いや、すごすぎて自分の家じゃないみたいです。結構もともとあったものは多分何も外してないというか残してますけど、そうですね。だいぶ変わりましたよね。はい、なんか広く見えるなってすごい思いました。広く見えるのはテレビに向かって区切られていたのをちょっとポイントをずらしているので、それも広く見える要因かなと思ってます。ありですね、このありですか？あありですか？なんかテレビも別にこのままでも普段だったら見えますし、背中が壁っていうのが落ち着きます。すごい部屋全体見えてるので、また違うくつろぎ方できそうだなと思います。川さん安心してください。これ、はい、映画集中モードの時にはずらせるようにしてるらしいです。動かしましょうか。嬉しいです。はい、こんな感じであ、ソファーの位置を変えていただいて、あとは照明も少しシーリングを落として、かわいい。はい、前のオットマンに足を投げ出してもらって、はい、お部屋もこういった間接照明で、暗くしてちょっとムードを高めつつ、はい、映画に集中できるような、はい、ありがとうございます。すごいこのロゼを生かしてくださってる感がわかります。すごい、いいです。あとはなんか結構照明の数やっぱ増えたなとか植物の数が増えたなって特に思うんですけど、その辺はどうですか？それこそシーリングも変わったじゃないですか。私もそもそもペンダントも釣りたいなとは思ってたんですけど、やっぱり暗くなるかなっていうのがちょっと心配だったんですけど、結構要所要所手元を置いてくれてるので光だまりがあるので、意外と心配してたほどじゃないのかなって、全然そのあたりでも本も読めそうだなと思ったので、すごい見れて嬉しいです。この状態をシンボルツリーそこに置くのがすごいなと思ったんですけど、私はお部屋をどうしてもこう見てしまうので、テレビの左側に大きいのが欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとエアコンが気になってたので直射で当たるなと思ってたので、
諦めてたんですけど、ここに置けるんだっていうのを知れたので、なんかあんまりない発想だったので、大きいの置いてから小さいのを散りばめていくのすごいやりやすそうだなと思いました。こちらに大きい植物を置くのがなかったっていうふうにお話しいただいたんですけど、やはりテレビボード横ですと、例えば左の奥だとエアコンの風が当たってしまうので、ちょっと送風の向きを変えると大きいサイズだと当たるような風もちょっと足元の植物には当たらないような配置もできますので、あえてそういう配置にしてます。可愛い絵すぎませんか？仲良すぎませんか？こんな感じでね、くつろいでもらえますね。グリーンに囲まれながら照明の明かりもあって、すごいくつろげる、はい、空間になったんじゃないかなと思います。こういうことをしたかったんですけど、なかなか自分一人じゃ勇気が出なかったのが、今日見れて本当にラッキーというか、お店だったら 3D もできるんですけど、本当にイメージが湧くので、他の方もすごい参考になるかなと思います。アクタス結構幅広くいろんなアイテムを揃えているので、なんか今回はこういうちょっと、自然な天然素材のものと黒をテーマに合わせてみたんですけども、もっと他にもいろんなテイストにできそうなお家だったので、もっともっとアイデアがあるなと思いながら作りました。私もグリーンをご提案する際はやっぱりそのセクションごとでご提案することが多いので、ここまでまるっと全部をレイアウトするってことはなかなかなかったので、すごいいい経験になりました。ここまで変わるのかっていう、まず自分の家なのに自分の家じゃないぐらい本当見違えたので、うちは余白が多かったので変わり映えしたのもあると思うんですけど、全然この一角だけとかでもどんなお家でも変えることできると思いますし、はい、グリーンと照明ってすごい力あるなと思いました。はい、まずは私も一旦この後元通りになりますけど、どこか真似していこうかなと思います。以上、店舗営業部の川田と VMD チームのバンバとバイヤーの坂本でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。